皆さんこんにちは。今日はいつもとちょっと違う富士山の楽しみ方を紹介します。カヌーに乗ったり、富士山のハイキングをしたりします。リスニングの勉強のためにぜひ最後まで見てください。ここは朝7時の河口湖です。今からカヌーに乗って素敵な景色を見に行きます。まずはカヌーの漕ぎ方とカヌーの乗り方を習いました。いよいよカヌーに乗ります。皆さんはカヌーに乗ったことはありますか？私は初めてでした。結構揺れて最初は怖かったです。太陽に向かって進みます。こちらに富士山が見えます。水面に湯気みたいな、煙みたいな、もやもやしたものが見えますか？これは気嵐と言います。蒸気霧ということもあります。湖の水が少し暖かくて空気がとても冷たい時に見れるんだそうです。朝の早い時間じゃないと見られないものです。綺麗ですよね。湖に富士山が映っています。湖に映る富士山は上下が逆さになっています。なので逆さ富士と言います。これも綺麗ですが、後でもっと綺麗な逆さ富士もお見せします。ところでちょっとお知らせです。このチャンネルのメンバーシップを始めました。メンバーになってもらえると動画の PDF が見れます。またメンバー限定の動画も用意します。チャンネルを応援してもいいよという方はぜひ入ってもらえると嬉しいです。ここで一周します。周りの風景がどうなっているか見てみてください。はい、一周しました。これから目の前にある島に行きます。河口湖があるのは山梨県です。山梨県には海がありません。だから島もないんですが、この島は山梨県にある唯一の島です。唯一はただ一つという意味です。モーターボートが通りました。モーターボートが通り過ぎた後、
大きい波が来ました。この波がカヌーの横に当たると危ないんだそうです。鳥の鳴き声が大きくなってきました。さっき見た島に近づいてきました。この島は鵜の島と言います。カワウという鳥が住んでいるので鵜の島です。でもカラスもたくさん住んでいるそうです。右の水面に出ているのは溶岩です。富士山の噴火で流れてきた溶岩です。溶岩の上でカワウが日向ぼっこをしています。日向ぼっこというのは太陽の下で温まることです。羽を広げて羽を乾かしているみたいです。ここで見た逆さ富士が一番きれいでした。湖に波が立っていなかったからです。その向かい側が山梨県唯一の島、鵜の島です。鵜の島は溶岩でできた島ではありません。ここでカヌーを降ります。鵜の島でコーヒーを飲みました。とても美味しかったです。この島は無人島です。無人島は人がない島と書きます。つまり誰も住んでいません。でも島の一番上に神社があります。今から神社に行ってみましょう。この辺は道がありますが、この辺は草ぼうぼうでした。人があまり来ないみたいで、蜘蛛の巣がたくさんありました。赤い鳥居が見えます。神社に着きました。お参りをします。ここの神社には安産の神様がいるそうです。安産というのは無事に赤ちゃんを産むことです。私は今は安産をお祈りする必要はありません。でもせっかく来たので家族の健康をお祈りしました。鳥居の向こうに階段が見えます。行ってみましょう。ここも何かお参りする場所みたいです。これは鳥ですね。お参りしたので戻りましょう。日本の神社は誰でもお参りして大丈夫です。皆さんが宗教の関係でお参りしたくないかもしれません。でも神社の方はどんな宗教の人が来ても受け入れます。山の下に
車があります。この車はボートを引き上げるときなどに使うそうです。カヌーの場所に戻ってきました。では、カヌーで出発します。漕ぎ出しました。この辺はまだ浅いですね。帰り道でも逆さ富士がきれいでした。右側が宇野島です。宇野島については昔、河口湖の南の村のものか北の村のものか喧嘩になったそうです。富士山があるのは河口湖の南です。でも南から流れてきた溶岩はさっき見たように宇野島までは来ませんでした。なので宇野島は溶岩のない河口湖の北の村のものとなったそうです。カヌーはとても気持ちが良かったです。私の一番のおすすめの富士山の楽しみ方になりました。出発した場所に戻ってきました。ガイドをしてくれたのは富士ハットさんです。ありがとうございました。カヌーの後、富士山の 4.5 合目に向かいました。富士山に行く道には面白い道があります。50キロで走ると音楽が流れます。聞いてください。今のは富士の山という歌です。小学校で習います。歌へのリンクを貼っておきますね。ぜひ聞いてみてください。この日は11月4日です。この辺の紅葉はきれいでした。富士スバルラインの料金所に着きました。こんにちは。はい。5000円をお預かりします。はい。2200円お返しでございます。ありがとうございます。この道を通るのに往復で2800円かかります。往復というのは行きと帰りのことです。富士山のどこにいるかを言うときに何々合目という言い方をします。1合目が一番下で10合目が頂上です。富士山に登るときは普通は5合目からスタートします。今日は 4.5 合目の場所からハイキングをします。駐車場に着きました。こちらの30分くらいのハイキングに行きます。駐車場の横から出発します。溶岩の上に
木の根っこが見えています。土がほとんどないのに頑張って育っています。最初はずっと下り坂です。建物が見えてきました。温かいお食事できますよ。温かいものが食べれるというので、ちょっと寄ることにしました。ここお手洗いはありますか？トイレはね、この裏の方にあるから、お外からぐるぐるっと。ぐるぐるって行けば。わかりました。じゃあ注文していくか。何がいい？じゃあここにお茶をします。はい、ありがとうございます。山そば。山そばね。じゃあ私はお汁粉いっちゃおうか。お汁粉。お汁粉。はい。山そばとお汁粉。じゃあお茶飲んで待っててね。はい、ありがとうございます。あら、じゃあら、ワンちゃん。他のお客さんの犬でした。犬のことをよくワンちゃんと言います。これがお汁粉です。小豆という豆の甘い汁の中にお餅が入っています。では、ハイキングを続けましょう。道が二手に分かれています。私たちはまっすぐ行くことにしました。この石の道、ちょっと歩きにくかったです。この階段、溶岩でできているように見えます。どうなんでしょうか。後ろを振り向いたら富士山でした。私たちも今富士山にいるんですが、頂上は遠いですね。天気が良くてとても気持ちのいい日でした。もう少し早く来れば、この唐松の黄色い紅葉がきれいだったそうです。ここの唐松はさっきより黄色が残っています。この辺が噴火の跡みたいです。富士山は何回も噴火しています。一番最後に噴火したのが300年前です。なので、いつ噴火してもおかしくないと言われています。ここからの景色を見ると、自分が高いところにいるんだなとわかります。帰り道に面白い葉っぱがありました。ちょっと丸まったような形の葉っぱです。白山シャクナゲという植物で、7月の終わりから8月の頭にかけてとてもきれいな花がたくさん咲くそうです。エド・イーストンさん、チュチュさん、TTT さん、アラン・ファンさん、ウォルター・エーデケンさん、ウィリアム・ダウニーさん、コーン・スンヘンさん、Thank you so much for your super thanks. It means a lot to me and I really appreciate it. For everyone watching, I've started a membership. I hope you join. You'll get not only the PDFs, but also members-only videos with extra scenes that I can't include in my walk and talk videos.And separately from the membership, I also have a subscription course. I really want to help Japanese learners improve their Japanese and I want you to speak with confidence. That's why I create a course to help you improve your pronunciation, rhythm, pitch accent, and intonation.
If you want to feel more confident when speaking with Japanese people, please check out my subscription course. You can find the link in the description. Thank you for watching until the end. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to my channel. Have a great day. See you in the next video. またね。